まさかカザフスタンのアルマトイでの旅がこんなにも名残惜しいものになるなんて思ってもみなかったです。理由は今まで19カ国旅をしてきた中で一番過ごしやすかったからです。でもそもそもカザフスタンってアルマトイって何っていう人がね大半だと思います。わかります。すっごいわかります。なのでアルマトイ愛あふれる僕にぜひアルマトイの街を紹介させてください。アルマトイに行くには今まで直行便がなかったのですが、2026年3月からアルマトイの直行便の飛行機が就航するぐらい今だんだんと人気を集めている都市です。観光しても楽しい、街歩きしても楽しい、ご飯を食べたら美味しい、こんないい街他にあります？他にも治安が良くて物価が安くて移動が楽、気候がいい、自然が多いとかね。とはいえこのチャンネルではド直球の観光地巡りではなくて、なるべくローカルな目線で街歩きをしますので、キラキラした観光地よりもできるだけ飾らないアルマトイの魅力を伝えられたらと思ってます。アキリブのチャンネルでは国内外の街の飾らない魅力を紹介しています。面白そうと思ったらぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。今回はカザフスタンの首都のアスタナからアルマトイの街に向かうところからお届けします。それでは行きましょう。ここからね、首都のアスタナから第2首都のね、アルマトイの方に向かおうと思います。なので今ね、アスタナにある空港に来てます。ちょっとね、ラウンジをね、予約したんで、これからね、ラウンジに行きたいと思います。ちょっと待ってよ、これもちょっと今ね、VIP ラウンジ使うために制限エリア内に入ろうと思ったんだけれども、時間が早すぎる。今ね、14時半ぐらいなんだけども、時間が早すぎるからもう制限エリア入りませんって言われて、で多分ね、これ今最短で来る飛行機が18時5分のやつなのね。多分ね、これに対してまあ時間早すぎるから制限エリア内オープンしてない感じなのね。昼ご飯食べようと思ったのにね、ちょっとしょうがないから、この奥にあるこのご飯屋さんで昼ご飯を食べようかなって思います。はい、ということで、VIP ラウンジでまだ時間が早すぎて入れなかったんで、なんかレストランがねあったんで、そこでね簡単なご飯を食べようと思ったらね、結構量が多くて、これ食べたらさ VIP でご飯食べれなくないって思うんだけどね。ちょっといいよって言ったんだけどね、しっかり持ってくれてね、なんかそういう多分量が決まってるんだろうね。こんな感じでした。じゃあいただきます。どんな味かな。この白いのなんだろうね。あ、これ鶏肉だ。鶏胸肉だ。非常に美味しいよ。なんかシチューみたいな味だね。で、こっちの肉の方がまあ香辛料効いたなんだろうね、ちょっと中華風味の味って感じかな。なんか、まあ、日本人好みの味ですごくスパイシーな感じで全然美味しいですね。これは、ご飯が欲しくなる味だね。で、こっちの手前のパンなんだろうね。これもちょっといただきます。餃子？餃子みたいな感じだね。ともちもちしてますね。すごく美味しい。ここがスパーラウンジ、今日行くとこですね。で、ここがラウンジですね。ラウンジはまあ基本飲み物が無料で、ビールは一部有料かな。で、これスープがあって、これなんかパンプキンスープ的なやつと、こっちがこっちは何もないわ。で、多分スープに入れるクルトンとかパンで、乾燥ナッツ系で、コーンフレークで、コーヒーマシンにで、これが全部無料だね。なんかキッシュとか、なんかクレープで巻いたやつとか、サンドイッチとか、野菜がねあるね。あとちっちゃいハンバーガーもあるね、奥に。こんな感じかな。エコノミーの席からプレミアクラスのシートにランクアップしました。足元ね結構広いですね。はい、ということで到着しました。これからバスに乗って空港の方に移動していきます。はい、ということでアルマトイ空港に着きました。規模ねちっちゃいね。人口がアスタナよりも多いにもかかわらず、これ到着のエリアだからかな、今日ちっちゃいと思いましたちょっと古いね、なんか見た感じね。ってことでアルマトイ空港に着きました。で、規模がねめっちゃちっちゃい。これアスタナの半分くらいじゃないっていうぐらいで、建物もちょっと古いんだよね、ちょっとね、なんか見た感じで。この歩いてる人たち、抹茶所にいる人たちの顔を見るとモンゴル系とか中国系の顔が多いんですよ。これびっ
くりで、やっぱり地理的にモンゴルとか中国に近いから、やっぱ地理的に近いからこそ住んでる人の顔の雰囲気もなんか東南、東アジア系の顔の人たちが多いんで、それもびっくりしました。さあこれからね、今から市内に行ってホテルに行こうと思います。チェックインしに行きましょう。はい、ということでこれからチェックインです。よいしょ。どんな感じなのかな、お部屋は。はい。はい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 。なるほどね。こんな感じで、こちらにかな。ちょっとよくわかんないスペースがあって、眺望はいかがでしょうか。駐車場眺望。で、こちらに行って、ここがお風呂。トイレが四角形で、浴室、風呂場がないね。スタンディングオベーションタイプのトイレですね。お風呂ですね。いいですね。ここに3日間泊まります。やった。作業がしやすい。いいね。今アルマトイの街を歩いているんですけれども、日本料理屋さんがめちゃくちゃ多い。そこにもあるのもなんか禅っていう料理屋さんだし、なんかね、ラーメン77っていう料理がご飯屋さんがあったりとか、あとここがね、イチっていうところかな、コーヒースタンドがあるんだけども、ここも、日本のコーヒーみたいな富士山が壁に書いてあるようなところなので、これ明日行こうと思うんだけども、日本料理屋さんがめちゃくちゃ多い。超親日じゃん。すごいびっくりだね。明日ね、いろいろお店を回ってみようと思うんで、どうして日本料理屋さんが多いのかね、確認してみましょうね。チェックしてみましょう。で、もう一個びっくりしたのが、街灯がむちゃくちゃ明るい。これ明日のより全然違うわ。で、標識もあって、これ普通に人が歩くよって標識なんだけども、その下にあるのが視覚障害者の人がもうここ通ってるよっていうね、標識があって、すごいね。バリアフリーがすごいし、この電気もいっぱいつくし、日本料理屋さんも多いし、アルマトイはすごいぞ。これ明日楽しみだな。街もあんの。アルマトイに来てびっくりしたのが、まずね、夜ね、むちゃくちゃ人が多い。このパブとかクラブとかの数がめちゃくちゃ多くて、なんか20代が、だから10代から20代がめちゃくちゃ多いわ。これね、アスタナと全然違うわ。アスタナはね、そんなに人いないんだけども、アルマトイはむちゃくちゃ人がいる。今これ、自分の泊まってるホテルの近くに来ただけでも、こんだけ人がいるんだから、別のとこ回ったらもっといると思うわ。これ、もうやっぱ人口が全然違うからね。さすがアルマトイ。すごい。この木がなんか桜みたいにライトアップしてある。すごい。やっぱ親日でしょ、これ。日本好きでしょ、どう見たって。すごいね。うわ、アルマトイに野犬いる。マジか、アスタナいなかったけど。野犬いるね。これ怖いね。気をつけようね。これ、野犬いるわ。はい、アルマトイにいる間に泊まるホテルがここですね。ミルダムプレミアムホテルっていうね、ところに泊まります。1階ね、おしゃれな洋服屋さんが、バスローブ屋さん、洋服屋さんが入ってますね。ここに3日間滞在します。こっちはカフェがあります。はい、ここはね、昨日行こうと思っていた1カフェというね、カフェですね。来ちゃいました。すごい、これね、富岳36系かな。こんな感じですね。アイスカプチーノとケーキを注文しました。いただきます。普通に美味しいわ。はい、今ね、カザフスタンの、大通りみたいな、表参道みたいなところを通ってるんですけれども、むちゃくちゃ綺麗ですね。なんかずーっと前の記憶が、オーストラリアの街を歩いてるかのような。街には電気で走るトローリーバス、トローリーバスが走ってたり、このなんかね、キックボードがあったりとか、あとね、川が流れてる。で、自然がむちゃくちゃ多い。ほら、緑がむちゃくちゃ多くて、でね、ほら、道も広くてね、道が広いのはなんかすごいね、旧ソ連感あるよね。すごいなんかね、空気もわりかしいい気がする。この雰囲気はウズベキスタンにはなかったね。この旧都市、旧ソ連崩壊前からこのアルマトイがこのカザフスタンの首都だったんだけども、時代を経てね、作り上げられてきたっていうね、綺麗な街並みが残ってるよね。すごい。で、街の南の方ね、こっちが南の方なんだけど、南の方に行くと新都心エリアがありますね。で、北の方に行くとカザフスタン駅っていう国鉄みたいな鉄道があって、
そこに行くと旧ソ連感がね味わえるみたいです。で今ここね1本だけね一線だけ地下鉄が通ってるんだけども、その地下鉄に乗りたいからその地下鉄に乗るためのカードが必要なんだよね。でそのカードを売ってる場所がね少なくて、今からそのカードをね買いに行こうと思います。キオスクみたいな場所がね、あるっぽいんで、そこに買いに行きます。はい、ちょっとここでアルマトイの街を地図でご紹介しますね。アルマトイは旅して本当に好きになった街なので、少しだけ丁寧に語らせてください。実はこの街、昔はベルニーという名前で19世紀にロシア帝国の軍事拠点として発展した街なんですね。その後1887年と1911年に大きな地震があって、レンガ造りの街並みが崩壊。日本でも同時期に関東大震災がありましたけれども、似た出来事がアルマトイでも起きていたんですね。そして1960年代後半には日本の高度経済成長と同じようにソ連政府が大規模な住宅建設を進めて、いわゆる団地ブームが起こります。これも日本と被りますよね。そして面白いのが街の構造なんですよ。南側に行くほど景観が良くて空気も澄んでいて、山が近いからね見晴らしもいいんですけども、そんな理由もあってか南側は高級住宅地や経済の中心地になっていて、北側は昔ながらの集合住宅やローカルな市場がね多い印象なんですね。多分昔は鉄道のある北側から開発が進んでいって、山側は後から整備がされたから、質のいいインフラと景観の良さから自然とビジネス街とかね、いい場所になっていったんじゃないかなって思います。街の北はカザフスタンの国鉄が走っていて、旧ソ連の味わいがある街並みが見られて、東側にはロープウェイで行ける国土塀というね山の遊園地があったり、西側にはねショッピングモールとか戸建ての住宅地、また地下鉄が伸びていて、またね地元のお店が軒を連ねる表参道のような通りがね街の中央にあったりするんですよね。こういう街の歴史とかを知ってから歩くとね、またね景色が違って見えてくるんですよね。もうぜひ皆さんにはこのアルマトイにね行ってほしいです。本当にもうぜひ行ってほしいです。ということで長くなりましたけども、鉄道に乗るためのカードを買いに行く話に戻りましょう。ワンちゃんも一緒にね横断歩道を渡ります。ワンちゃんバイバイ。はい、買いました。ここねなんか街中にあるタバコ屋さんみたいな店があって、ここで買いました。1枚買うのに800テンゲなんで、240円ぐらいかなで買いました。でチャージは駅でできるとのことです。じゃあ今から駅に行きましょう。さあ改めてアルマトイ駅からね電車に乗って国鉄の方ね行ってみようかなと思います。そっちに行くと旧ソ連時代のね雰囲気が感じられるらしいんで、どんな感じかね見ていきましょう。はい、今地下鉄の改札を抜けました。うわ長いね、新宿駅みたい、すごく長い。はい、駅に着きました。すごいね、模様がなんかイスラムしてるね。これはですごい上がなんか白くてシャンデリアがあるっぽいのがなんかすごいロシアっぽいね、この簡素な作りが。でどこに行けばいいかっていうのは多分これでわかるね。多分こっち行くのかな多分ね。ほらで自分は国鉄のあるところに行きたいから多分こっちなんだよね。こっちが北の方向かな多分。さあ電車来るかな。来るよ。はい来たー。わりかし新しめな感じかな電車ね。電車が出発、バイバイ。さあここの駅もねすごいクラシカルな感じだね。旧ソ連感する。香ばしいねこの駅は。出るときは素通りで OK。 さあ着きました。さっきと同じ車両が来たね。はい、ここがね終点駅です。ここからね地上に上がって今から国鉄のあるね、多分国鉄だと思うんだけどね、カザフスタン鉄道のある地上駅の方にね向かっていきたいと思います。でさっき言ったアルマトイの地下鉄っていうのは実はね旧ソ連時代からね計画がされてたらしいですね。1980年代ぐらいですかね、人口100万人を超えたアルマトイにモスクワとかタシケントのような地下鉄を作ろうみたいなね工事が始まったそうです。
でなんだけども、その直後にソ連が崩壊、旧ソ連が崩壊しちゃって、経済が混乱しちゃって、資金も尽きちゃって、もうこれ地下鉄できないんじゃねっていう風になったらしいです。でようやく2011年の12月にカザフスタン独立20周年を記念して、この地下鉄がね開業したらしいですね。そうなんだね。で市民にとってはね、もう待望の、もう超待望の地下鉄だったらしいです。でその後2015年に2駅が追加されて、現在は11駅ほどのね、規模になっているみたいですね。まだ全然ね規模は小さいんですけれども、将来的にはね空港とか郊外まで伸ばすらしいですね。そんな歴史があって、今この地下鉄があるんですね。だから旧ソ連下のね匂いがプンプンするんだね。面白いね。国鉄の駅前にいるのがこの像で、アブライハンというね18世紀ぐらいにこのカザフスタンを統一した人物らしいですね。多分有名人ですね。おそらくめちゃくちゃで、ここ目の前に見えるのが国鉄の駅ですね。アルマトイ2かな、多分2って書いてあるね。多分1もあるんじゃない、多分ね。すごい建物の感じがすごいね。この無機質で、このこのさ、支柱みたいな柱があってさ、でかい。いやー、すごい、もう旧ソ連感してるね。匂うね、もう香りが。この駅前見ただけでだとさ、ここカザフスタンかとか分かんないよね。まあ僕実際ロシア行ったことないから分かんないけどもね、YouTube とかで見るロシアってこんな感じだもん。内装もすごい綺麗だね。いやもうこれ ロシア感がすごい。これがカザフスタンの国鉄だね。レトロだね。にしてもエモいね。これはちょっとこれエモさを感じるわ。いいね。バスが来た。バスに乗ります。乗るときに支払うんだった。支払い完了で、バス停には全部止まるらしいですね。なんで降りるよボタンを押さなくても OK。バスを降りるときは何も支払わずに普通に降りるだけで OK。 バイバイ。すごいね、こんな地下道があるのもね、なんかいいね。無機質だけどもこちら絵が描いてちゃんとね、すごい綺麗だね。この雰囲気もなんかいいね。日本に絶対ないよねこれ。なんてことない建物だけども、すっごいねロシアを感じますね。さすが旧首都アルマトイ。金曜日の17時からこのモスクではお祈りをねしてるっていう風に聞いたんだけども、なんかタクシードライバーがねさっき起きたら、いやいや1時だよって聞いてて、あれ17時からじゃないのって思ってね、一応来てみたんだけども、なんか誰もお祈りしてないですね。なんかこの道にもう布を引いてお祈りをしてるらしいんだけども、誰もお祈りしてません。うるさいな。あれじゃ別のところでやってるのかなね。まあでもすごいね、この建築物はいいね。イスラムしてていいね。うるさちょっと。はい、ここがカザフスタンの中でも結構ローカル的なエリアですね。ここに多分地元民が通うであろうモスクがあって、結構道がねカオスな感じになってます。あれが一般民家で、一般戸建て民家あるね。でこっち行くと大通りに行っちゃうから、こっちの方ね住宅街どうなってるかちょっとね見ていこうかなと思います。さあどんな住宅街があるのか、このカザフスタンのねアルマトイには。アルマトイは昔から首都だったから、アスタナと比べてやっぱ歴史がとても長いんだよね。旧ソ連時代からこのエリアがその首都として機能していたから、住宅地がねアルマトイ、アスタナと比べて結構多い、だから家々がね郊外まで広がってるんですよ、このエリアって。だからちょっとローカルしてるね。ここほら一般民家じゃない？一般民家だからあまり映しちゃいけないかもしれないけども、一般民家だよね、これ辺が。よいしょ。ちょっとね、ここ車通りが多いから、こっちの方で歩くか。歩道歩くほど。低層階アパートとか一軒家はね、結構しっかりと塀で囲われてますね。やっぱこの辺りね、いくらアルマトイといっても、やっぱ治安とか防犯という意味でしっかりと塀で囲ってるんじゃないかなって思いました。
そろそろ夕暮れなんでちょっとだけ夜景を見ようかなと思います。カザフスタンらしい音楽をバックにでかい建物、ライトアップがすごい。この夜のライトアップの仕方が、いやもう噴水落ちた。来た来た。このライトアップの仕方、びっくりした。このライトアップがね、やっぱね、ちょっと旧ソ連感あっていいよね。カザフスタンの底力ですね、これが。すごいね。ここびしょ濡れだ。ほら、すごい。ここがアルマトイの表参道ですね。こんな感じでカフェとかレストランがずらーっとね軒を連ねてます。で真ん中は遊歩道になっていて、もう車が入ってこれなくて、横のところにねなんか車が通れるところかな、これ車かな、道があります。でここには日本のラーメン屋さんがあったりとか、なんか中国かなんかな、韓国かな、タピオカ屋さんがあったりとかねして、結構いろんな国のねご飯屋さんもレストランもあります。でこんな感じでね、雰囲気はパリみたいな感じですね。華やかな雰囲気がこの道をねずっとね一帯を続いている感じになってます。今日はねこの朝ごはんにこの東京ラーメンという店に行きたいと思います。もうねもう旅行もねもう1週間半ぐらいやってきたからね、日本食が恋しいんでねラーメンを食べていこうと思います。どんな味か楽しみだね。さあどんなメニューがあるのかなって見ていくと、枝豆とかね、日本、すごいこれ、はいはいはい、これはねこのカザフスタンねよくあるね、チーズが好きだからねよくあるやつ。ラーメンどこだ、ラーメン、カツ丼がある、あたらめ、おーすごい。塩ラーメン、醤油ラーメン、鶏ラーメン、鶏か、チーズラーメン、なんだこれすごいぞ。ベジラーメンね、ハラル料理ね、はいはいはい。味噌チリ辛いんだ、辛いラーメンだ。でエビとトムヤムクンラーメン、なるほどね、オッケー。チーズラーメン頼もうかな、せっかくだからね。うわー来た、チーズラーメンです。真っ白じゃん本当に。上チーズかってるわ。チーズ、トウモロコシが見えるな、あとネギもあるね。赤いのは七味からなんだろうね、辛いのかもしれないね。食べてみましょう。じゃあいただきます。麺は細麺かな、ほら博多ラーメンみたいな麺ですね。ほら細い感じの麺ですね。でコシはどうかな、柔らかいの普通の間ぐらいの麺の硬さですね。ちょうどいいかもしれない。スープがやっぱチーズが入ってるからかまろやかで、これ美味しいかもしれない。なんか札幌ラーメンにそのバターを入れるみたいな感じでまろやかになると思うんだけども、そんな感じでチーズが入ってまろやかになってるみたいな、意外と合うかもしれない。意外と美味しい。はい、ということでバスに乗って今からロープウェイに行こうと思います。はい、ということでバスに乗れることを約5分ぐらいでね、ロープウェイ乗り場のところに着きました。ロープウェイ乗り場の前にはね、なんかこの像があって、アバンクナンバイフっていう人だったかな。このカザフスタンの文化人的な感じですね。夏目漱石的な感じかな。で、横にでかいね、これなんだろうね、オフィスかな、ホテルかな、なんかすごいチクチクしたのが上にありますね。で、正面にあるのはなんか工事中だけど、あれなのかな、Google 的にはねこっちっぽいんだけどね、ちょっとね今から見てみようと思います。で往復で2400円かな、片道1400円、1200円、往復2400円だった気がします。今から行って、あれだあそこですね。今から行きます。はい、今乗り場まで来ました。ここから乗るみたいですね。特に係員いないんだね。これで多分前の人が降りた後に自分が乗り込むんだと思うわ。いや、できれば一人で乗りたいな。大丈夫だよね。誰も来ないよね。さあ来ました、乗り込みます。さあ行きましょう、空の旅へ。さあレッツゴー。揺れるな、すごい揺れるな。さあ上にはねなんか遊園地があるってですね。でここがなんかテレビ塔かな、なんか電波塔みたいなのがあります。スカイツリーっぽいね、なんか見た目がね面白い。でこっちが郊外の方だね。アルマトイの東側の方、郊外。ここには多分マンションがあったりとか、戸建ての住宅も結構あるね。結構見えるね、こうやって引っ張るね。ほら結構ある。おはい。
すごい、あ、いいね。山に家があるんだ。怖い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 。山に家があるんだね。うわー、すごい。これ楽しみ見てて。うん。ほら。こんな感じで住宅が続いてます。ここに住んでる人たちはもう毎日このね、ロープウェイに乗ってる人たちに見られてるからね、洗濯物とかね。で、山脈が続いてるね、こっちにほら。で、この山脈とか、あと山脈があるから、土地を広げられないっていうのと、地震がここら辺あるらしくて、そういったこともあって、このアルマトイは、首都としてどうなんだみたいな話になって、アスタナの方にね、首都が移っていったらしいですね。はい。だからこの山は、アスタナにね、首都が移る原因の山ですね、つまりは。で、反対側を向くと、あ、すごい。あれ、マンションがあるね。マンションがあって、後ろ側にはね、マンスターの街があります。あ、さっき見えたね、チクチクのマンションかホテルかわかんないけど、ね、何かあります、建物がね。こんな感じですね。アルマトイに住んでるね、人から聞いたんですけども、結構いい景色が見えるらしいですね。で、空気が美味しいらしいです。で、今から行く山頂のところとか多分一番高い山なわけじゃなさそうで、横の方見ると、結構でかい山脈が、脈々してますね、これ。山脈だね、本当にね。はあ、なんか真ん中に富士山っぽいのが、あんま上げなんじゃないけどね、山があるし、トレッキングコースとかスキー場とかもね、近くにあるらしくてね、結構そういうね、場所らしいです。ここが展望台ですね。で、真正面に行くと市内の方ね。で、左側に行くと山があって、このロープウェイが自分が今来たところですね。で、見ていくとやっぱりね、似た感じの家がたくさんあるね。ほら、こことか。ここもそうだし、こういうのがすごいね、旧ソ連感を感じさせますね。意外とね、手前の山沿いのところには一軒家が多くていいのがびっくりしましたね。やっぱここら辺にやっぱ昔から人が住んでるんだろうね。で、この平地の方にそのマンションとかね、いっぱいあるから、こっちの方が開発されたエリアなんだろうね。そして街の反対側に目をやると高い山がありますね。こっちの方がね、シムブラクっていう山らしくて、標高 3200m、富士山よりちょっと低いぐらいかなっていう、ね、ところ山があって、スキー場になってるらしいですね、こっちの方は。で、こっちもね、ずーっとね、市内の反対側も全部山に囲われてます。すごいですね。ちょっとだけ涼しい、やっぱりしたところよりもね。なんかすごいショッピングモールにあるやつだね。傘ちょっとなんか錆びれてるね。ロッククライミングができる場所もあるね。この建物なんかちょっとゲルっぽくないね。ちょっとなんかモンゴル臭するんだけど、違うかな、全然違うかもしれないけどね。いいね、このゴーカートね。多分上に電気があるのかな、わかんないけど、このゴーカートむちゃくちゃレトロでいいね。時代を感じる。これはクジャクかな、動物園にはいますね。ヤギもいます。この牛の像があったんだけど、この牛っていうのがカザフスタンではその力強さとか繁栄とか、そういうね象徴らしいですね。すごい強そうだね、本当に。これがアルマトイタワーですね。アルマトイの名前を冠してるから、アルマトイでは結構有名な、ね、ビルなんじゃないかなと思って来てみたんですけれども、普通のビルだね。全然なんか東京タワーとかスカイツリーとかそういうなんか光家みたいな感じのね、アベノハルカスみたいな感じじゃないね。3、40階建ての高いよねっていう。で、周り見てもここのエリアはもう何もないね。栄えてないわ。ここね、中心街というか繁華街のちょっと北の方に来てるんだけども、そんなにね都会感ないね。ここが多分ね、カザフスタンアルマトイの本気のエリアですね。奥になんとリッツ・カールトンのホテルかな、ビルがあって、
でその手前にショッピングモールがあるんだけども、もうこのショッピングモールはね、もう本当もうこのカザフスタン一のもう富裕層が来るようなところですね。なんかルイ・ヴィトンとかグッチとかなんかディオールとか、すごいもうドルチェ&ガッパーナみたいな、なんかもう俺でも知ってるような超高級ハイブランドがいっぱい入ってるところでした。なんか入ったけども、もうね3分ぐらいでもう無理って思ってね出てきましたすごい空気が、なんか歩いてる人もなんかハリウッドのなんかレッドカーペット歩けるんじゃないぐらいの服で歩いてる人もいるし、もうすごかったですね。はい、これがアルマトイの本気のショッピングモールですね。すごいね、発展してるねアルマトイ。道が広いで、これがなんか多分ね古い建物なんだけども、結構カザフスタンの昔からあるようなねマンションというかね、商業施設と多分上が居住スペースかなみたいな感じ、なんか長屋っぽい、なんかマンションっぽい感じがしますね。これが昔からあるやつで、多分こっちの奥も昔からあるやつで、手前のこれがかなり新しいね。で、あそこにあるのがインディペンデンスモニュメントみたいな、独立を記念したモニュメント。1991年のソ連崩壊後の独立共和国になった時に多分作ったんだろうね。はい、これが独立記念碑ですね。建てられたのが1996年で、高さが28メートルあるみたいですね。カザフスタンの独立と国家の新しい時代が始まるよっていうのをね記念してこれを作ったらしいです。これはお馬さんかな。子供乗ってて、子供これからの時代を作っていくっていう意味で子供が乗ってるのかもしれないね。やっぱいざってね時代を作るのはね子供ですから。アルマトイにはね旧ソ連らしい広い道路とか低層階の住宅がね、密集している感じがあったんですけれども、でもこのエリアはねまるで別世界な感じでね、新都心エリアになってるんですね。ここにあるのが、ミュージアムですね。多分美術館みたいな感じですね。でその象徴とも言えるのがこちら、ドドーンとでかいねヌルリタウビジネスセンターっていうところで、ここね、大きい通りがあるんですけれども、ここにねもうちょっと全面ガラス張りで立ってるね超高層ビルがね、いっぱいありますね。はい、でこんなビルがあるにもかかわらず、その背後にはもう山々が、これ奥ね山が見えるっていうね、もう独特な景観があるのがこのアルマトイの特徴ですね。でこのエリアにはね銀行とか IT 企業とか外資系企業のね場所も集まっていて、レストランとかカフェもね併設してるらしいですね。だからまさにここで働く人もいるし、ここら辺で行ってご飯も食べれるしっていうね、そういったエリアがねここには、ね、集まっている感じになってます。奥にはレックスがあったり、このシティバンクがあったりしますね。旧ソ連的な雰囲気の街並みと比べると、この辺りはねまさにアルマトイの新しい心臓部とも言えるんですね。首都がねアスターに変わってしまったんですけれども、まだねその経済とかの中心的なところは、一部はねこういった感じでアルマトイに、ね、存在しているっていう感じになってますね。だからこの旧ソ連の面影と新都心の発展、このね相反する感じがね混ざっているのがもうすごくエモくてなんかいいですね。アルマトイの街を歩くとどことなく日本と似てるなって感じることがあるんですよね。なんでかなって思ってね考えたら、緑と水がある街並みにね共通点があるんじゃないかなっていうふうに思いました。日本の道路だと街路樹が植えられてますけども、アルマトイは都市と自然の調和を掲げて街が整備されてきたので、街に緑が多いんですよね。だから道を歩いていてやっぱ視界に緑がねいっぱい入ってくるっていうのがすごいなんかね親近感がね感じるなっていうふうに思いました。で次に水ですね。日本でも城下町に行くと、例えば大和郡山とか、あとは山のある郊外の町に行くとね、住宅街の脇にさ川が流れている場所があると思うんですけれども、アルマトイでもね歩道の脇にね川が流れているんですよね。山脈に囲まれている地形が日本の都市とね構造が似ていて、水路があるんですよね。やっぱそういう構造がねなんか親近感を感じるのかなというふうに思いました。で水路があるとやっぱ木も育ちやすいんですよね。それもあって水もあって木があってみたいなっていうところがね親近感を感じる要因なのかなっていうふうに思いました。同じ中央アジアのウズベキスタンのタシケントはステップ気候で乾燥していて水がないんですよね。だからスプリンクラーのような設備が備え付けられていて水やりをしていたことを思い出しました。同じ中央アジアでも地形の違いで街の雰囲気も全然違うんだなっていうふうに思いました。はい、今これはトローリーバスに乗ってます。乗ってる感じはね普通のバスと全然変わらないんですけれども、このバスのね
上のところに触覚が2本出ていて、その触覚がこの上の電線とつながっていて、そこから電気を供給してこのバスがね走っている構造だそうです。ここがバイコフニル駅ですね。白と青の簡素な感じですね。アルマトイの駅は一個一個個性があってね、めちゃくちゃ面白いですね。メトロがね、単なる移動手段じゃなくて、もう一つね、観光地になっているなっていうふうに思いました。めちゃくちゃいいですね。この辺りは結構昔からあるマンションなんじゃないかな。ね、もう築30年とかさ、結構もっといってるかなわかんないけどね。結構ね、このアルマトイの近くに、都心部、中心部ら辺に住んでる人たちは、みんなね、このマンションなんだよね。ほら、こういうマンションに住んでます。反対側今してね、新しい建物を作ってるけども、基本ねこの通りに面してアパートが建っていて、でそのアパートのねところに人が住んでるみたいな。でアパートの1階にはカフェがあったりとか洋服屋さんがあったりとかね、こういうねお店が入ったりねしてますね。そういうね街の作りをねしてますね。こうでかつてコーヒー屋さんがねめっちゃ多い、カフェが多い、しかもカフェが多いし、日本食レストランとか日本食料理屋さんも多い。日本食っていうよりもアジアン料理とか、インドとか韓国とか中国とかっていうなんだろうな、海外料理屋さんが多いのかな。やっぱり早くからその外資系企業とかを取り入れてきて、外国文化を取り入れていくみたいな文化があったのかな。それもあってね、すごいなんかアルマテの人たちはもう舌が超えてるなっていうふうに思いました。どこ見ても美味しいですね。はい、ここがゼリョンバザールですね。ゼリョンっていうらしいですね。ゼリョンバザール。もしくはまたの名をグリーンバザールと言いますね。はい、このアルマトイにもなんとバザールがあるんですね。結構さ、真ん中の方に行くとさ、こういう雰囲気になる建物少ないんだけども、ここにはタシケントにあるような、チョルスーバザールのようなバザールがあります。だけども見た感じ、チョルスーバザールと比較をすると、規模は小さいかな。ここしか今見てないけども、全然なんか洋服が売ってる感じと、ここで終わりなのかなっていうぐらいの規模感で、売ってるものもチョルスーバザールと比較をすると、なんか心なしか上質感があるような気がする。でなんかまとまってないかもね。これ1個建物を出て次まっすぐに行くと別のところがあるね。ここが金物屋さんかな。でまっすぐ行くとでもこっちがより観光客向けではないね。お鍋が売っていたりするね。生活雑貨系がここには売ってるね。あら、上はこの建物なんかすごいいいね。趣があっていいね。ここは観光客向けじゃないね。地元の人が鍋を買ったりするところだから、あまり自分が来てもっていうね。こういう鍋の形面白いね。そうで、中はこんな感じですね。チョルスーバザールと比較をするとね、結構小規模な感じですけれども、新鮮な果物がね売っていたりとかね、こっちには普通に商店があって、中には結構清潔な感じで物が売られていたりするので、ウズベキスタンのバザールと比べてもなんかちょっとだけかな、ここら辺この雰囲気だけはなんか衛生感が良さそうかなっていう雰囲気がね醸し出されているような感じがしますね。結構ね綺麗に売られてるわ、しっかりと。でバザールの2階にねエスカレーターで行くことができます。はい、2階に行くとこんな感じ。ちょっとねシャッターになってるお店がちらほら見えるなーっていうのはね気になりますね。これ2階だからっていうのもあるかもしれないけども、これ多分ね自分の憶測なんだけれども、ウズベキスタンと比べてタシケントの方が、より発展をしていってるから、このバザール文化自体も都心部にあるような、ショッピングモールとか、そういったところに吸収されて、あまりここで買う人口そのものの総数が減ってきてしまっているんじゃないかなって思いました。だからねこんなお店もねシャッターになってしまってね、だんだんねその縮小していくみたいな。だから街が発展していけばいくほど、その昔からあった文化っていうか衰退していくみたいなね、この栄光盛衰がねこのシャッターからは見えるんじゃないかなって思いました。そう考えるとエモいね。もしかしたらこのバザー、グリーンバザールもね、もう数年後数十年したらさ、もっと衰退してるかもしれないね。2階が全部ないとかあるかもしれないね。今しか見れない景色かもしれないです。エモい。そう考えるとむちゃくちゃエモいですね。
はい、ここはね、メインとなる建物が2個あるんだけども、1個の方がさっきの洋服店で、もう1個の方がこれ食品が売ってますね。でこっちの方には結構ね、生々しいお肉がね、大きくドーンドーンでね売られてたりしますね。あとは果物が売られてますね、ここら辺は。こっちの方がやっぱなんかウズベキスタンらしいね、チョルスーバザール感が出てますね。バザールの2階はこんな感じです。活気がありますね。これね、若い人もねちらほらいるんだけども、なんでこんな活気があるかっていうと、9月から学校がね、始まるらしいですね。でそれもあって、その子供とか家族とかがこっちの方に一回帰ってくるみたいな。で帰ってくるから、このアルマトイは人がにぎわうみたいな感じらしいですね。だからかもしれない。もしかしたらそうじゃないかもしれないですね。9月じゃなくてもこういうにぎわい見せてるかもしれないですね。何これ、じゃらんじゃらんジャパンだって。このカザフスタンの国旗と日本の国旗が一緒に並べられているね。他の国の国旗なんてこう一個前のに、ここだけなんでそう親日な感じなんだろうね。すごいね、びっくりした。やっぱカザフスタンには親日の人が多いのかなね。はい、ここに見えるのがアルマトイにあるセントラルモスクですね。さっき見たグリーンバザールから歩いてね3分ぐらいのところにあるモスクになってます。でこの建物はなんとね1999年に竣工したね、つまりソ連崩壊後、1991年のソ連崩壊後に作られた建物になってます。で、じゃあ結構新しいじゃんって思うんだけど、実はね歴史がありまして、実はねここって19世紀に建てられた木造の旧モスクがあったんだけれども、火事の、影響で焼失しちゃいました。でそこからモスクを再建しようということで、新しくねモスクを作り上げたらしいですね。なのでその作り上げられたのがソ連崩壊後、このカザフスタン独立後なので、この市民にとってはこのモスクっていうのがもう本当に、ソ連から独立した後のなんか象徴的な宗教施設だそうですね。でこの中にはね約7000人が収容できるらしいです。本当にって思って見るんだけれども、結構ね奥行きがあってね、広いんですよ。確かにそれを聞いたら、これ意外と7000人、1回だけじゃなくて2回もあるとかって考えたら使用できるかもしれないですよね。でここでは礼拝があったりとか、教育とか文化活動とか、観光地とかで、社会的な役割や結婚式とか葬式の儀礼とかもあるのかな。なんかそういったものがね行われるらしいですね。ほんと綺麗ね。これ上にねこの金色のドームがあるんだけれども、遠くから見ても金ピカにね光り輝いているっていうかね、太陽の光が反射して綺麗に輝いてます。いいですね。このモスクの近くには戸建ての住居があるね。こんな感じで、見た感じなんかカザフスタンらしさっていうのかな、あんまりなんだろうね。ウズベキスタンより綺麗だね。なんかね、土壁っていう感じじゃなくて、ピンクとか黄色とか白とかいろんな色でカラフルな、戸建てがあるね。で上もなんか、こっちはトタンな感じだけども、こっちちょっとしっかりしてると思いますね。やっぱなんかちょっとずつ見てもウズベキスタンよりなんかいい暮らしをしてるなっていう、平均水準高いなっていう、さすが GDP が約2倍以上だっけね、国ではね。はい、そしてモスクの近くに鎮座しているのがこの像、ライムベクバトル像っていうね、カザフスタンでは英雄的存在らしいですね。昔々国外勢力がねこのカザフスタンに攻め込んできた時に、この人が守ったそうですね。すごいね。簡単に言うと例えば日本で言うと蒙古襲来に立ち向かった、北条時宗とか、なんかね、合戦の時に、名を馳せた源義経的なね、あとなんかもう、戊辰戦争とかでね、頑張った西郷隆盛的な、多分そんな感じでこの人はねこのカザフスタン人に、認知されているんじゃないかなって思いました。はい、もう一回言うと名前がね、ライムベクバトル、バトルさんですね。はい、バトルさんでした。ここがアルマトイの中でもなんかいい感じのね散歩スポットの公園となってます。こういうねちょっと物々しい感じのね戦争時代のねモニュメントが置かれてます。これ本当大砲かな、多分ね、モニュメントよりも大砲ですね。公園の中心部にはねこんな感じの大きなモニュメントがあります。下にある文字をね翻訳してみると、なんか素晴らしいロシアみたいな
書かれてますね。これ香ばしい香りがしますね。で、ここアルマトイには鳩がいます。平和の象徴鳩ね。今はもうアルマトイは平和です。ここが全国正教会ですね。これモスクかなと思うけども、ここは教会ですね。キリスト教のための施設になってます。そう、ここカザフスタンっていうのは多宗教多民族国家なので、当然イスラム教のモスクもあるし、キリスト教のカトリックの、このチャーチ、教会もあるし、仏教のお寺もあるそうでね、ほんといろんなね、宗教施設があります。で、観光地としては、ここがね、結構大きい観光地になってるっていう感じですね。すごい綺麗だね、見てるとね。フランスにある教会とか、あとフランスの統治下にあったフィリピンにあった教会とも全然違うね。なんかね、なんなんだろうね。なんか上イスラム風に見えるけどね。でもこれ教会だそうですね。何が違うんだろうね。道を歩いてるとなんかマックかなって思うね、建物がありました。これね、アイムインカフェっていうこれ地元の会社がやってる企業なんだけども、もともとこのカザフスタンにはマックがねありました。ただそのウクライナとロシアの戦争があって物資供給ができないよってなった時にマックがなくなっちゃって、でその店舗を居抜きでこのカザフスタンの企業が使って運営してるのがこのアイムインカフェというねカフェらしいです。でメニューは結構マックとねほぼ一緒らしいです。面白いね。でこの戦争が終わったらまたここがマックになるのかなね。もしかしたら今しか見れないね幻の飲食店かもしれないね。バイバイアルマトイ。この部屋を覚えておこうね。しっかり覚えておこうってことね。お風呂がお風呂とトイレからね。いやーよかったね。絶対もう一回行こう、ね、はい。アルマトイはこれまで旅をした19カ国の中で一番住みたいと思えた街でした。言葉はロシア語とカザフ語で壁もあるけれども、翻訳アプリを使えば楽しくそして安全に旅ができます。今回はその魅力のほんの入り口。もし好評だったらもう一度アルマトイに行って違う顔のアルマトイもご紹介したいと思います。この動画が良かったらいいね、コメント、チャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。